フランス TGV が世界最速を達成した裏には大きな代償がありました。現役電車運転士の T 学長です。生徒の言うんです。世界最速の鉄道は、速さゆえの問題を抱えているのです。どういうことですか？その理由も含めてフランス TGV の驚くべき実態について、詳しくお話しいたします。それでは一緒に見ていきましょう。まずは TGV と新幹線の基本的な違いから見ていきましょう。日本の新幹線とフランスの TGV の間には、動力という大きな分岐点があります。どういうことでしょう？結論から言うと日本の新幹線は動力分散方式、フランスの TGV は動力集中方式を採用しています。それぞれどんな特徴があるのでしょうか？新幹線の動力分散方式は、編成のすべての車両に動力を分散させる方式です。一方、TGV の動力集中方式は、編成の両端にある動力車だけに動力を集中させ、中間の客車を牽引します。わかりやすく例えると、新幹線は全員が走るリレーチーム。TGV は、前後の2人が残りの人を引っ張っていくチームというイメージですね。なるほど。でも、どうしてそんな違う方式になったのでしょうか？新幹線が動力分散方式を採用した理由は、日本の山がちで急カーブや急勾配が多い地形に対応するためです。一方、TGV が動力集中方式を採用したのは、フランスの広大な平原地帯を高速で走行することを重視したからです。国の地形に合わせた設計ということですか？これは、具体的にどんな違いが出てくるんでしょうか？まず加速性能ですが、新幹線が0から 320km 毎時まで約9分なのに対して、TGV は約13分かかります。また、曲線通過能力も違います。新幹線は半径 2500m の曲線を通過できますが、TGV は最小半径 4000m が必要です。他にも違いはありますか？それではここでクイズです。新幹線と TGV で一部の車両が故障した場合、どちらの方が影響が少ないでしょうか？すべての車両に動力がある新幹線の方が影響が少なそうです。正解です。新幹線は一部の車両が故障しても他の車両が補うことができます。一方、TGV は両端の動力車が故障すると全体の走行に大きく影響します。故障率も新幹線の台車が1機当たり年間 0.08 件なのに対し、TGV は 0.15 件と約2倍の差があります。数字で見ると一目瞭然ですね。TGV の方式にはいい点があるのでしょうか？ TGV の動力集中方式は、高速走行時の空気抵抗を減らす面で有利です。実際、世界最高速度記録 574.8km 毎時を達成したのは TGV です。また、中間車両にエンジンがないため、客室スペースを広く取れるというメリットもあります。それぞれに長所がありますね。また、コスト面でも差があります。動力集中方式は構造がシンプルなため、初期開発コストは抑えられます。一方で、年間保守コストは TGV が1編成あたり約120万ユーロに対し、新幹線は約 1.5 億円と差があります。開発のしやすさと維持のしやすさは違うことが分かりました。実は、この違いは速さか安全性かの哲学の違いも表しています。TGV は最高速度を追求し、新幹線は安全で安定した高速運行を追求した結果ということですね。日常的な運行の安定性、加速性能故障時の対応力では新幹線に軍配が上がりますが、究極の最高速度を追求するなら TGV が有利です。技術の裏側を知ると新幹線をより深く理解できました。続いては、日本の新幹線が持つ、超常識外れなスペックについてお話しします。これは世界の鉄道関係者が驚嘆する驚異的な数値なのです。どのような点が特別なのでしょうか？まず、最も驚くべき事実は、1964年の開業から今日まで60年間、新幹線乗客の死亡事故が一度も発生していないことです。60年間も？それって本当にすごいことです。対照的に、TGV では2015年にストラスブール近郊で、試験列車が脱線し、11名が亡くなる事故が発生しました。高速で走る乗り物なので事故の際は恐ろしく感じます。次に驚きのスペックは定時制です。新幹線の平均遅延時間はわずか 0.4 分、つまり24秒なのです。24秒？それはほぼ時間通りですね。新幹線の定時率は 99.8%、TGV は 84% です。しかも、定時の基準も TGV は遅延15分以内、新幹線は1分以内という厳しい基準なのです。新幹線の基準の厳しさと達成率どちらも桁違いです。さらに運行密度も驚異的です。東海道新幹線では、1日に最大432本の列車が運行しています。
これは約3分に1本のペースです。これは利用者にとってはありがたいですよね。比較すると、パリからリヨン間の TGV は、1日約20本程度と新幹線の20分の1以下なのです。それだけ運行しているにもかかわらず、死亡事故が発生していないのですから、異常と言えます。それを可能にしているのが、日本の優れた地震対策システムです。2024年に改良されたシステムでは、地震の P 波を検知してから、わずか 1.3 秒で列車を緊急停止させることができます。そんな短時間で？はい。この反応速度は、主要道が到達する前に列車を減速させることができるため、地震による脱線リスクを大幅に低減します。海外の鉄道関係者は、こういった日本の新幹線のスペックをどう見ているんですか？欧米の鉄道専門家や国際鉄道連合は、新幹線は世界の高速鉄道のベンチマークと評価しています。特に、運行管理、安全技術は他国の追随を許さないと絶賛しているのです。そんなに高く評価されているんですね。なぜ、これほどまでに日本の新幹線が優れているのでしょうか？日本にしかできないと言われる理由は3つです。第1に、日本人の時間厳守という文化的背景。第2に、前回説明した動力分散方式という技術選択。第3に、鉄道会社が安全を最優先する姿勢です。文化、技術、姿勢の三位一体ですね。そして全線立体交差という特徴も重要です。新幹線の線路は他の交通と一切交差せず、専用の高架や地下を走ります。これにより踏切事故や接触事故のリスクを根本的に排除しています。なるほど。では、そんなに素晴らしい新幹線にも問題点はあるのでしょうか？課題は建設、保守コストの高さです。完璧な安全性と定時性を維持するために莫大な投資が必要ですし、この日本式システムを海外に輸出する際も、現地への適用が課題となっています。なるほど、それだけの安全性なら納得です。次は、世界最速を達成した TGV の話も気になります。世界最速の鉄道記録といえば、フランスの TGV が2007年に達成した、時速 574.8km 毎時。これは東京から大阪までをわずか40分で走れる速さです。しかし、この記録の裏には恐ろしい代償が隠されていたのです。どんな代償だったんでしょう？まずこの世界記録挑戦が、いかに特殊な条件下で行われたかを理解する必要があります。なぜなら通常の列車や線路では決して出せない速度だったからです。特殊な条件？ここでクイズです。TGV が世界最速記録を達成するために、以下のうちどの改造が行われたでしょうか？ A、車両の重さを半分に軽量化した。B、通常より 25% 高い電圧を供給した。C、線路を特殊な合金に交換した。D、車両の長さを半分に短縮した。重さを軽くすれば速くなりそうですが、A の車両の重さを半分に軽量化したでしょうか？残念。正解は B の、通常より 25% 高い電圧を供給したです。通常 25kV のところ 31kV まで電圧を上げていたのです。これは家庭用コンセントの約140倍の電圧といえばわかりやすいでしょうか。他にも、架線の張力を通常の 25kN から 40kN に増強し、車輪直径も通常の 920mm から 1092mm に拡大するなど、極限まで特殊改造が施されていました。そんなに特別な条件だったんですね。しかし、それで何が問題だったのでしょうか？はい、まず最も深刻だったのが線路の破損です。この高速走行実験の後、線路の溶接部分が約27箇所で剥がれ落ち、枕木も15本以上が折れるという深刻な損傷が発生しました。なぜそんなことが？時速 574.8km 毎時という速度では、車輪と線路の接触面に発生する力は通常の3倍以上。線路に与える衝撃は、時速 300km と比べて約4倍にもなります。特に曲線部分では、振動が最大 3.5G に達し、これは宇宙飛行士が打ち上げ時に感じる加速度に匹敵するのです。宇宙、そんな速度に耐えられるはずがないですね。車両自体はどうだったんでしょうか？車両も大きなダメージを受けました。記録達成後の検査で、車体の複数箇所に微細な亀裂が見つかり、特に車輪には深刻な損傷がありました。車輪の表面温度は最高で約850度に達し、金属が赤熱状態になっていたのです。850度？それはもう溶けてしまいそうです。さらに深刻だったのがブレーキシステムの問題です。この実験で使用された特殊ブレーキは、わずか3分間の高速走行でほぼ限界まで摩耗し、通常なら半年持つはずのブレーキパッドが、たった一度の走行でほぼ使い切られたのです。それは恐ろしいですね。もし完全に壊れていたらと考えるだけで怖いです。
また、この高速実験に伴う修繕費は、1回の実験で約210万ユーロ、約3億5000万円に達したと言われています。つまり通常の年間保守費と同等の金額が、わずか10分程度の走行で必要になったのです。そんなにコストがかかるとは、これでは定期的に運行できませんね。その通りです。実はこの世界最速記録のニュースの裏で、フランス国鉄、SNCF は記録達成後の線路の完全修復に約3週間を要し、その間の一部区間で運行制限を余儀なくされました。これは公には大きく報道されなかった事実です。華やかな記録達成の陰でそんな大変なことが起きていたんですね。でも、なぜそこまでして最高速度の記録にこだわったんでしょう？それが、極限の速さを追求した代償なのです。TGV の開発を担当したエンジニアの一人は後にこう語っています。我々は技術的限界を知るために実験を行った結果として、実用的な高速鉄道の上限は時速350キロ程度だと確信したと。つまり、速度記録は可能でも実用的ではなかったということですね。そうです。この実験は速さの限界を示しただけでなく、安全と持続可能性の重要性も教えてくれました。現在、世界中の高速鉄道の実用最高速度が、時速300から350キロ程度に落ち着いているのは、この実験の結果も影響していると言われています。なるほど、日本の新幹線が、最高速度より安全性と定時性を優先しているのも理解できます。そうですね。そして、もう一つ興味深い事実として、この世界記録達成に使われた TGV 車両の多くは、実験後の修理では治らない車両もあり、一部は廃車になったとも言われています。極限の速さには極限の代償が伴うんですね。リスクなしで実現できる速さではなかったということです。さて、ここまで技術的な側面を比較してきましたが、次は実際に乗客として体感できる、新幹線と TGV の圧倒的な差についてお話しします。なるほど、乗る側からの視点は興味深いです。よく聞いてくださいね。ではまず、大きく異なるのが料金システムです。日本の新幹線は基本的に固定料金制なのに対し、TGV は航空会社のような変動料金制で、同じ区間でも時期によって料金が大きく変わります。予約のタイミングで値段が変わるんですね。そうです。また、予約システムも大きく異なり、新幹線は数分で完結しますが、TGV は手順が多く、外国人には煩雑に感じられることが多いようです。次に気になるのは定時制ですが、実際乗車するとどう違うのでしょう？新幹線では電車が遅れるという概念自体があまりなく、時刻表通りに駅に行けば確実に乗れます。一方、TGV では10分15分の遅延は珍しくなく、2024年のクリスマスイブには運転士失踪事件で5時間の遅延が発生し、4000人の乗客に影響が出ました。運転士失踪？日本だとありえないですよ。そして座席の快適さにも大きな差があります。新幹線は座席幅や足元スペースが広く設計されており、特に足元の余裕は、TGV の2等席より約7センチも広いのです。実際乗ると違いを感じるものなんですか？はい、比較市場レポートによれば、新幹線は座席が広くて清潔、揺れも少なく乗車体験そのものが特別、と評価されています。また、静粛性も大きく異なり、新幹線の車内騒音は TGV より低く、快適な会話が可能です。確かに、静かで揺れが少ないと疲れませんね。ではサービス面ではどうでしょうか？新幹線では車内販売や駅弁の種類が豊富で手頃な価格の一方、TGV にはカフェバーがありますが、近年サービス提供路線が減少し、自動販売機に置き換えられつつあります。また、運行本数も東京から大阪間の432本に対し、パリからリヨン間は約20本と大きな差があります。本数が少ないと不便ですね。海外の方々はこの違いをどう評価しているんですか？フランスの消費者誌の記者は、新幹線はチェーンという言葉が不要なほど、定時運行快適さ、広さ、サービス、どれをとっても新幹線が上と述べています。外国人観光客からも、新幹線の乗車体験は特別との声が多数寄せられています。外国の方からも高評価なのはとても誇らしいです。これらの比較から考えるべきことは、何を優先すべきかという問題です。TGV は極限の速さを追求し、世界記録を達成しました。一方、新幹線は、安全性、定時性、快適性、サービス品質を総合的に高いレベルで維持することを選びました。それぞれの国の価値観や文化が反映されていることから、鉄道は単なる移動手段ではなく、国の文化や哲学を体現するものでもあります。そして、新幹線と TGV の違いは、
それぞれの国が、何を大切にするかという根本的な価値観の違いを象徴しているのです。世界最速を追い求めるだけでは足りないんですね。鉄道事業で一番重要なのは安全です。速さだけでなく、乗客の安全と快適さを常に考えなければいけません。私が普段、電車を運転している時も、定時運行ももちろん大切ですが、それ以上に安全運行が最優先事項です。フランス TGV の経験は、技術の進歩と安全性のバランスがいかに重要かを教えてくれます。日本の新幹線が異常と言われるほど優れているのは、速さだけでなく安全を最優先してきたからなのです。ユンちゃんは今回のお話を聞いてどう思いますか？速さだけが全てではなく、安全性や定時性、乗客の快適さなど、総合的に優れていることが本当のいい鉄道なんだと思いました。高速鉄道の裏側についてとても勉強になりました。皆さんはどう思いますか？コメント欄で教えてください。このチャンネルでは現役電車運転士の私が、鉄道について解説していきます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。このチャンネルで取り扱ってほしいテーマや聞きたいことがあれば、コメント欄にお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。